はい、こんにちは。第1回目なので簡単に自己紹介をします。私は自分探しイズムの名前でアダルト・チルドレンについての電子書籍を書いています。また、旧 Twitter、X ですね。X ではイズムというハンドルネームでアダルト・チルドレンについて発信しています。自分探しイズムというネームについてですが、世間でいう自分探しとは若干意味が違っています。多くのアダルト・チルドレンは過酷な環境の中を防衛規制を駆使して何とか生き延びてきています。つまり無意識で認めたくないものを認めないとか、自分にある嫌な性質を自分にはないとする代わりに、相手にそれがあると見てしまっていたりするので、自分でも自分がわからなくなってしまっている人が多いです。アダルト・チルドレンが生きやすくなるためには、自分が本当の自分のことをはっきりと認識できなければなりません。また、毒親育ちは自分の欲求は抑えて、親の期待に添えるように生きてくるので、自分でも自分の欲求がわからなくなり、自分の人生を生きられなくなります。そこでどうすれば自分の人生を生きられるようになるのかまで含めた抑圧している本当の自分を探そうという意味の自分探しです。アダルト・チルドレンが生きやすくなるためには、自分が無意識に抑圧しているものを探すことは絶対に必要なことです。そこで自分探しイズムというネームにしました。このチャンネルでは、アダルト・チルドレンが少しでも生きやすくなることを目標に発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。さて、早速ですが本題に入りましょう。アダルト・チルドレンとは、もともとはアルコール依存症の親のもとに生まれた子供を指す言葉として使われていましたが、今はもっと広く、機能不全家族に育ったために生きづらくなってしまった人々を指すことが多いです。今日はこのアダルト・チルドレンの特徴を解説したいと思います。一口にアダルト・チルドレンといってもタイプはいろいろあるのですが、共通しているのは生きづらいということです。そして多くのアダルト・チルドレンは、なぜ自分が生きづらくなったのか、なんで人間関係がうまくいかないのか、なんで恋人といい関係が長く続かないのか、なんでイライラするのか、なんで好きなことがわからないのか、などを分かっていません。だからいつも同じことを繰り返してしまう。さらにその理由が分かっていないから何をすればいいのかも分からない。アダルト・チルドレンが生きやすくなるためには、まずアダルト・チルドレンの特徴を知ること、自分を熟知することが必要です。では、アダルト・チルドレンの特徴ですが、心が成長していない、依存心が強い、周りは敵という感じ方をしている、自分を犠牲にする傾向がある、自己主張が苦手、認知の歪みがある、憎しみを抑圧している、良い人間関係が築けない、自己評価が低い、自分が嫌い。
特徴はこれだけではありませんし、全員が同じではないので、これは当てはまるけど、これは自分には当てはまらないというのもあると思います。例えば、自分を犠牲にする傾向と書きましたが、人によってはその反対で、自分を王様にして周りを犠牲にする人もいます。でも数としては自分を犠牲にする傾向の人の方が多いと思うので、ここではそちらを取り上げています。では一つずつ見ていきましょう。一つ目、心が未成長、心が成長していない。どういうことかと言いますと、体はご飯をもらえば成長しますが、心は安全と安心をもらえなければ、つまり愛をもらえなければ成長しません。人は生まれてから一つ一つ課題をクリアして心が成長していきますが、愛されなかった人は課題がクリアできずに心の成長が止まっています。例えば小さい子供は親に愛とか関心を持って見守ってもらえるから未知で怖い外の世界を安心して探索行動をすることができます。こうして成長していきます。でも親が子供に無関心だったり、そばにいなかったり、助けを求めても応じてもらえなかったり、それどころかイライラしていて怒ってばかりいたら、子供は探索行動ができないだけではなく、親との間でコミュニケーションの練習もできません。こうしてコミュ障になったり、自己主張ができなくなったり、いろいろ問題を残したまま大人になっていきます。いろいろ問題を残したままとはどういうことかというと、例えば小さい子供を想像してもらうと、愛されたい、構ってほしい、注目されたい、認められたい、褒められたい、大切にされたいなどの欲求を誰もが持っていますよね。子供はこれがものすごく強いので、とてもわがままです。小さい頃に愛されなかったがために心が成長していない大人もこれがものすごく強いです。つまり体は大人だけども心は子供のようにわがままです。周りをちょっと思い出してみてください。かまってちゃん、承認欲求の塊さん、自分の欲求を満たそうとする人、他にもいろいろいますが、このような人は心が成長していないということです。今、心が成長していないのですと言いましたが、それに対して責められていると感じる人もいるかもしれませんが、決して非難しているわけではありません。乳幼児期に安全で安心できる環境にいられなかった人は、こうなるのが普通です。それが人間としてノーマルです。つまり愛されなかったから成長できなかったということであって、決してあなたが悪かったのではありません。おいおい他の動画でこの辺は詳しくやりますが、アダルト・チルドレンを育てる親、つまり毒親は、無意識で自己防衛をします。自己正当化をします。つまり自分に子育て能力がないことは棚上げして、自分は悪くないのにこの子には困ったねという空気を出します。日常生活のあらゆる場面で自己防衛をします。親が自己防衛をするということは、言葉にしなくても、あなたのせいだ、
あなたは物事を正しくやっていないと言ってるのと同じです。このような親に育てられたアダルトチルドレンは、意識の上では自分が悪い、責められている。無意識では俺は悪くない、ふざけるな、バカにするな、などと感じていることが多いです。これらがあると、見たくないこと、認めたくないことを見なかったことにしたり、反発したり、落ち込んだり、不快になったり、複雑な感情になり、無意識でアダルトチルドレンが生きやすくなるために必要な自分と向き合うことを拒否してしまいます。だから大切なことは、このように感じてしまう自分に気づくことです。そして自分は悪くなかったと気づくことです。最初は誰も気づいていません。気づいていないから無自覚で生きてしまい、どんどん悪い方へ進んでしまっています。だからもう一度言いますが、たとえ心が成長していなかったとしても、それはあなたが悪いわけではありません。今日何か一つだけ覚えるとしたら、ここを覚えてください。自分は親に責任転嫁をされて育っているのではないか。自分はすぐに自分を責める思考回路があるのではないか。自分は責められていないのに責められていると感じる思考回路があるのではないかと考えてみてください。そして自分は悪くなかったということを腑に落としてください。ただ頭で理解するだけではなく、幼少期の出来事をよーく考えて、自分は悪くなかったのに責められた、怒られた、などという体験を探してみてください。あ、確かにあったと自分の思考の根っこを見つけたら、見て見ぬふりをするのではなく、また自分を責めるのでもなく、自分はこういう人だというしっかりとしたものを持つ材料にしてください。もちろん大昔のことですし、忘れていることも多いですし、人の心は複雑なので、自分が認めたくないことを否認するように流れます。だからすぐには気づかないかもしれませんが、まずここだけでもきちんと時間をかけて考えてみることを強くお勧めします。この辺は大事なことなので、一つ一つの特徴は別動画で詳しく解説していきますが、今日は、ざっと全体的に他の特徴も見ていきます。2つ目、依存心が強い。これも心が成長していないことの副産物ですが、やはり愛されて育っていないと依存心も克服できない傾向にあります。中には早々に毒親と縁を切って一人暮らしを始めるような人もいますが、多くのアダルトチルドレンは依存心が克服できていないのが普通です。これも詳しいことは別の動画で解説していこうと思います。3つ目、周りは敵という感じ方をしている。周りは敵という感じ方をしているとはどういうことかというと、人は乳幼児期にそばにいた人、つまり多くの場合親ですね。親をモデルに人間とはこういうものだという認知を固めます。つまり毒親育ちは心理的には親が敵です。
その親をモデルに、人間は敵だ。人間は自己中心的だ。人間は辛辣に自分を批判する。人間は怖い。人間は私を愛してくれない。人間はずるい。などなどですね。もちろん、こんなことを意識していないのですが、無意識でそのように感じる認知の歪みができている人が多いです。自分はそのような感じ方をしていないかチェックしてみてください。すべての人が人間とは敵だと思い込む認知の歪みができるのではなくて、逆にすごく優しい親に育てられたのであれば、人間とは優しいという思考回路ができる人もいます。要するに多くの場合は、親へのイメージがそのまま人間へのイメージになることが多いです。4つ目は自分を犠牲にする傾向。小さい子供は一人では生きていけません。でも脳には生き延びるようにプログラムされているので、どんな環境でも生き延びようと努力をします。さらに愛されたい、認められたいという強い欲求も持っています。では、親が毒親だったらどうなるか考えてみましょう。ご飯をもらうために、住む場所を確保するために、愛される必要があります。嫌われることは死に近づきます。こうなれば自分の欲求は犠牲にして、親の欲求を応えるようになっていきます。つまり良い子になっていきます。良い子は多くの場合、親に都合のいいようにコントロールされた子です。自分の欲求で生きられなかった子です。そして良い子系アダルトチルドレンは大人になっても周りの人に良い子を続けています。この生き方しか覚えていないのです。自分の欲求は無視して周りの欲求を満たすことだけで生きていたら抑うつ状態になって当たり前ですし、いつかは心が壊れてしまいます。5つ目は自己主張が苦手。自己主張が苦手というのは、自分を犠牲にして意見を言えないという面もありますし、仮に言えたとしても、その意見を反対されたら、ものすごいムキになって強い口調で言い返してしまう。などがそれです。あるいは、相手のわがままを限界まで我慢して、でも急に爆発して、じゃあ絶好だ、じゃあ別れようというふうになってしまう。などもそれです。アダルトチルドレンは相手の立場を理解し、相手の意見を尊重しながら自分の気持ちも尊重するなどという自己主張のスキルは育ってくる間に身についていません。つまり親との関係はいつも一方的でコミュニケーションが取れる環境ではなかったということです。では今日はここまでにしましょう。今日覚えてもらいたいことは、心が未成熟な親は、つまり毒親は、幼児と同じように自分勝手で自己中心的です。自分の都合いいように子供をこうしたいというところに誘導します。この時に、あそこに行ってというお願いではなく、なんでお前はあそこに行けないんだと
あたかもあなたが悪いというように誘導します。何もわからない子供は、自分が劣っていてダメな存在と思い込まされます。ほとんどのアダルトチルドレンはこのように育ってきます。すると心の深い部分に、自分はダメ人間、自分は劣った人間と刻み込んでしまうかもしれないし、自分が悪いという罪悪感を植え込まれたかもしれないし、責められていないのに責められていると感じる思考回路ができたかもしれないし、無意識では俺は劣っていない、ふざけるなという反発心があるかもしれません。日常生活でこういう思考回路が自動で働いて生きづらくなっているかもしれません。このことを検討してみてください。多くのアダルトチルドレンは変わりたいとは思っているけど、気づいていないことが多すぎて、自分で自分がわからなくなっています。そこで頑張り方を間違えてしまうのです。正しく気づいてからがスタートです。気づけば変えられるチャンスが出てきます。本気の本気で変わりたい人は変わってきます。だから本当の自分を探しましょう。はい、では、次回の動画で残りの5つの特徴を解説します。これが私にとって初めての YouTube 動画です。下手くそな動画しか作れませんが、見切り発車で始めました。徐々に成長していこうと思っていますので、どうか温かい目で見守っていただければ幸いです。手間をかけずに動画を作る方法などもあるそうですが、そのような方法ではなく、自分の方法で自分の伝えたいことを全力で伝えていく方法を選びました。頑張っていきますので、ぜひ仲間の皆さんチャンネル登録をお願いいたします。